ですね、また、皆さんからね、いろんなご質問があるんですね。それで、そのいろんなご質問の、今お話ししてたんで、気になることだけをお話ししますからね。慈しみって何ですかということですかね。慈しみというのはね、生きてることに対してもう一言で言うと、生きてる体験が慈しみですね。生きてる、もう生きてるって嬉しいね、これ慈しみです。それでそれを人に差し上げるのでね、でこれお母さんが出てくるわけですね。お母さんは慈しみを体験したい、それを人に差し上げたいと、こういうことですね。お母さんを選択したということは、その魂は慈しみを人々に差し上げたい。その時に自分のお腹の中に子供が成長して生まれてきて、それでそれを育てるっていうのはものすごい慈しみの体験になるわけですね。それでお母さんをやってる。で、その自分が子供を身ごもって、その時からね、お母さんですよね。お母さんを体験するわけだけど、この体験っていうのは永遠に続くんですよね。ですから一人の人のお母さんを体験したら、永遠に自分はその子供のお母さん、10人の子供の産んで育てたとしたら、永遠にその10人の子供のお母さんと、こういうことになるかな。だから慈しみを体験しようとすると、もう世の中のお母さんみんなそれやってる。で永遠にその自分が育てた子供のお母さん役をやるわけですよ。子供にとって、子供の魂にとって。ですから慈しみというのは、もう一言でパッて言ってしまうと、面倒を見る、お役に立つという体験ですね。これお母さんになってみると、もうね、本当朝から晩まで子供のこと感じる、考える、いろんなことをするわけですね。受胎した時から始まって、子供の夢っていうか希望を見る、ね、子供の先を見てあげる、こういう感じなんですね。で子供と一緒に素晴らしい体験しようじゃないかと、こういうことです。でまたその後でお話しすることもあるのを一緒に言ってしまうと、子育てって楽じゃない、とんでもないことが次々と起こるでしょ。その時もひたすら子供のお役に立つ、優しくして差し上げる、喜ばせる、元気づけする、これお母さんの役目ですからね。これを自分が体験できる。ですから何も起きないで子供が勝手に育っちゃったら、実際は子供って勝手に育つんですけどね、お母さんの出番がないわけだから、子育てしてる慈しみという、体験ができないわけですね。ですから私なんかに言わせると、今もそうだけどもね、お子さんを育てる時に思ってもみないことが起きたっていうことは、私にとってはすごい面白い体験なんだよね。このすごいことが起きたんで、私はそれに対する対応いっぱいありますんでね、その対応を自分自身が体験できる。だから子供がですね、とんでもないことをしでかした時に、私はもう本当にこう喜ぶんですね。子供が嫌なことをしたのを喜ぶんじゃなくて、私福田貴則としての対応が、あるいは前世で私はね、お母さん役もやったし、お父さん役もやったし、先生もやったしね、お医者さんもやったし、もういろんな体験があるわけだから、自分の魂に聞いて、でいろんな聞き方がある、人によっていろんなやり方があると思うんだけども、そのとんでもない出来事に対して対応していく。さらに言うと、私は今幸いにして治療師というのを選んだんで、子育てに対するいろんな問題についてご質問を受けるわけですね。時にはとんでもない問題についてご質問を受けるわけですけど、私の第一印象、面白いね。
これで私は生まれてきてよかった。このお子さんのですね、お母さんのお役に立つことができてよかった。それで自分らしいやり方でやるとはとっても面白いのでよかったと、こういうことですね。それで私は今現在はお母さん役やってないですね。どちらかというとお父さん役をやってるので、お母さん役というより男性父親としての役目を子供に対して子供が成長してね、これから素晴らしい体験していくのをサポートして差し上げる。お母さんとはちょっと違うかな。身の回りの世話をするとかね、健康に対して家庭でできることをやるとかっていうのを通り越して、お父さん役で治療師だからで、外から見てそのお子さんたちの役に立つ、また自分の息子の役に立つというのをやってるわけですね。それが慈しみだよね。だから女性だけが慈しみの体験するんじゃなくて、男性も男性らしい、お父さんはお父さんらしい慈しみを体験するんです。本気で、ね、自分の子供としてお役に立っている。もちろん世の中で困っている人のお役に立つのも慈しみなんですけどね、子供になると全責任があるということですかね。で慈しみの最たるものが実はお母さんと、こういうことですね。お父さんは外で働いたりなんかするのが一般論ですけどね、これが慈しみなんだけれども、あんまり慈しみという感じじゃないけれどね、お母さんですね、優しいっていう感じ。それからいつも言ってるね、私がいよいよ困った時はお母さん呼ぶんですよ。私のお母さんいっぱいいる。それで全ての人のお母さんも私のお母さんですよね。でお母さん呼ぶ。今もそうだけどお母さん呼んでるんですね。そうするとお母さんってね、ここに手を当ててくれるんですね。胸椎の2番3番4番。あったかいな。これが慈しみを、お母さんから慈しみをもらうということ。だから逆に言うと、お母さんが慈しみを差し上げるとすると、あったかい感じをいつも差し上げると、こんな感じですね。それが慈しみと優しさです。それから今度はお母さんを面倒見なくちゃいけない。お母さん年取ってしまって、私と同じようにね、物覚えが悪くなって、それからとんでもないことしでかす。私と同じですよ。年を取りましたからね。それであっちが痛い、こっちが痛いという私がと同じなんですね。それに対する対応っていうのはね、喜んであげる。その具合が悪いのを喜ぶんじゃないんですよ。お母さんと一緒にいてね、お母さんとこんな面白いことがあった、こんなにお母さんね、私に親切にしてくれた、私に慈しみいっぱいくれた、本当にありがとうねと言って喜んであげる。これが親孝行かな。お母さんが具合悪くなるとね、お母さんこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない。もうみんなやってるよね。こうしなさい、ああしなさい、こうしなさい。こうしなきゃダメというやり方をするんだよね。なんでお母さんそんなことばっかり言うの？私はそういう言い方を、例えば自分の母親、皆さん見送りましたけど、多分言ったことがないかね。お母さんと一緒にいて楽しかったね。お母さんってこんなことやって迷惑かけちゃったけど、あの時とっても嬉しかったよ。お母さんとこうしているのがね、例えば離れてても、お母さんがいつもそばにいるみたいでね、もういつも楽しかった。これがお母さんを元気にするコツかな。お母さんが例えばですね、膝が痛くなったとしますね。そしたらかわいそうっていうんじゃなくて、年を取れば誰でも膝が痛くなるから、私は治療師だからそれに対する対応を申し上げるんだけれども、一番大事な対応っていうのが、お母さんね、この時ね、こんなに楽しかった。お母さんと一緒にいて私はこんなに嬉しかった。こんなことがあって面白かったよね。
というのがお母さんに対するまあなんていうのかな、慈しみであり治療ですよね。で当然ですけども例えば日増しの湿布っていうのはよく聞いてくれますよね。でそこでお母さんを目的にして自分が日増しの湿布をするということですよ。でお食事もお母さんを目的にしてお母さんが健康食をするんじゃなくて言うように言うんじゃなくて、自分が健康食、健康な食事を健康な食べ方をしてお母さんを目的にしてやるということかな。それでそれを本当に喜んであげる。そしてこういう場合にまたいつでも言いますね。お母さん私こうやってやってんのよっていうのは言わない。ひたすらお母さんのために必要な、お母さんに必要な食事を自分がする、お母さんのために必要な役に立つことを自分にすると、役に立っていると感じるということですね。これがとっても大事ですけども、皆さんね年を取るとお母さんの対応がしきれなくなるとね、お役に立ってないと思うんですよね。これね実はお母さんからのご相談を受けるんだけど、私は息子や娘たちにね年取っちゃって迷惑ばっかり立ててしまって自分が何にも役に立たないということについてものすごくお母さんたち悩むんですよね。この時もそうだよね。全く同じ子供がね小さい時のこと、まあねなんとかちゃんこんなことがあってね、お母さんあの時にねびっくりしてこうしてこうしてこうして差し上げたけれどね、もうね本当に元気になってよかった。これがお母さんのお役に立つということだけどね、自分が肉体が衰えてきてるので体を張ってお役に立つということができない。また皆さん子どもたちの人生相談に乗りたいんだけれども、もういろいろ頭の中がねごしゃごしゃしちゃってね、子どもたちの面倒をね見切れないと言ってまた悩んでるんですよ。お母さんみんなそうですよ、悩んでる。そうじゃなくて自分の子さんたちに役に立ったことをこんなに役に立って面白かった、こんな感じがしてこんなうまいことやってしまった、またはこれ大失敗した、今度こそねここ生まれ変わってきてでもいいんだけど、生まれ変わってきたらねこの子育てこういう時はこうやってやりたいって言ってね、これがお役に立つということだけども、だから私はお母さんみんな亡くしました。いろんなお母さんがいましたけど、今でもお役に立ってる。お母さんと一緒にいた時にねこうして差し上げた、こうして差し上げた、こう感じて差し上げたっていうのを感じるの。亡くなられてるから今肉体的にカバーすることはできないですよね。お役に立つことできない。でも心の中でいっぱいお役に立つという体験をすることができる。さらに言うとお役に立っているっていうのはどんなことかなと言って感じるのがお役に立ってる。いつでも言ってますね、お役に立ってる。素晴らしい存在に対して素晴らしい体験をして差し上げる。お役に立ってる。それをいつもお役に立ってるってやったらどう？何度も言いますけど、私お母さんいっぱいいましたよね。だから例えば育てのお母さん福田貴則だって今お母さんのお役に立ってるよ、嬉しいね。本当にお母さんそこにいてくれてるんだ、ありがたいね、お役に立ってる、嬉しいって、これお役に立ってるだよね。なんとかしてお役に立ちたいっていうのは、いや立ってないよ、立っているですよ。立ちたいじゃないんですね。立っている、現在完了形でいくんですね。嬉しいね、これお役に立ってる。で実はお母さんが自分に息子がお役に立ってる、嬉しいねって言ってくれたら、こんな嬉しいことないんじゃないかな。自分は今肉体がないからお役に立ってない、あるいは肉体が老化しちゃってるんでお役に立ってない、そのことについて悩むんじゃなくてね、息子がそう言ってくれてる、息子ありがたいねって、これお役に立ってるということかな。で
また同じことが言えるんだけど、これ全部言ってしまったけど、私は自分をケーシー屋さんだから非難批判否定しない。うまくいかなかったし、失敗してしまったら面白いねですよ。私はこの体験を生かしてね、来世があるんですよ。再来世もあるんですよ。これ生かしてやろうというのが私の生き方ですよね。これが意志の力というわけですよ。要するに意志の力っていうのは今何かをするということじゃなくて、これから目的をはっきりさせてこれをするぞ、来世はね、やっぱり子供たちいっぱい育てていくぞ、女の子にはこうしてあげるぞ、男の子にはこうしてあげるぞ、それをこう今から自分の意識、命、肉体の中にそれを入れてる、それをこう面白がっている。これがお役に立つであって、慈しみであって、親孝行であって、子供孝行かな、子育てうまくやるということだね。それをこう朝から晩まで面白がってんですよ。過去にうまくいかなかったのもついでに面白がって、未来のことも面白がって、でうまくいかなかったっていう体験をしないと未来ってないよ。未来に素晴らしい体験できないよ。いろんな体験を積んでやっと自分自身素晴らしい存在と言えるんだよね。だから福田孝則、悪い方から見ると、私嫌いな人から見ると、変な人ね、もう嫌なことばっかり言ってなんていうことになるかもしれないけど、私は平気ですね。これからそういった悪口言ってる人のお役に立つんだ。心の中でも体でも来世でもね、素晴らしいねと、こんな感じですね。それが自分を非難批判否定しない。何度も言う、来世があって再来世がある。で今一緒の人、お母さんやお父さん、子供たち含めてみんなこれからも一緒に生活するんだよ。